皆さんこんにちは。ジャパニーズポッドキャスト with 花へお越しくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強中の方へ向けたポッドキャストで、日本の文化やニュース、また私の個人的な体験だったり経験など、様々なことを日本語でお送りしています。皆さん元気にお過ごしでしょうか？前回のエピソードでは関西弁でお話ししたんですが、皆さんそれは聞いていただけましたでしょうか？いつもと全然発音が違うとかイントネーションが違うって言った感じでちょっと聞きにくいって思った方もいるかと思いますが、今回は他のエピソードと同じようにできるだけ標準語というか関西弁の色を薄めて話していこうかなと思います。なので比較的聞きやすいエピソードになってるかなと思います。今回は夏に聴きたい J-POP7 選ということで、私の好きな夏に聴きたい曲を7曲紹介していこうと思います。皆さんはどうですか？特定の季節に聴きたくなる曲などはありますか？クリスマスとか特定の特別な日に聴きたい曲がある方は多いと思います。ですがもう少し広めで、夏はこれを聴きたいよねとか、冬はこの曲を聴きたいよねみたいな感じで、特定の季節に聴きたくなる曲はありますか？私は結構あります。各シーズンのプレイリストがあって、それを各季節の初めに私はよく聴きます。季節が4つない国もあるかなと思います。ずっと暑い国、比較的ね、ずっと雪が降ってるとか寒い国とか、季節が2つしかないよみたいな、そういう国の方もいるかなと思います。ですが日本は季節がはっきりしているので、各季節によってこの曲聴きたいよねっていう自分のお気に入りソングがある日本人が多いと思います。その夏編ということで今回は7曲紹介していこうと思います。でなんですが、皆さんは曲から言語を学びますか？外国語を学んでいたら絶対1回は学んでる言語の音楽を聴くだろうし、1曲は好きな曲があるかなと思います。で、私は英語を学び始めた時は One Direction とか、あとはTaylor Swift をよく聴いていました。よくというかもうめっちゃ聞いていました。そればっかり聞いていました。そしてそこから英語を学んだし、英語の発音もたくさん学びました。あとたくさん練習もしました。音楽を通して言語を学ぼうとすると、普段使わないようなポエムっぽい歌詞が多かったり、日本語だったら当て字、実際に教科書にはない独特の漢字を組み合わせて発音したり単語を作ったりなどしているので、あまり参考にならないことも多いかなとは思います。なので音楽を一番最初におすすめするというか、言語を学ぶなら音楽っていう人は少ないかなと思います。ですが今回は音楽いいよって、言語を学ぶのに音楽いいよって私はおすすめしたいです。もちろんこれがメインにはならないと思いますし、一番やるべき方法とも言うつもりはないです。ですがその国の学んでいる言語の音楽を聴くっていうのはもうめちゃめちゃいいなって、今回改めてこのエピソードを作ろうと思って思いました。その理由なんですけど、このテーマでポッドキャストを作ろうと決めて、改めて私の夏のプレイリストを聞いてみたんですよ。で、昔はそんなことを全然思っていなかったんですけど、こういうシーズン系の歌ってその日本の季節とかその時にある文化とかをよく反映している、よく表しているなって感じました。で、その特定の季節の曲を聴くと、日本人にとって夏とはとか日本人にとって冬とはみたいな、そういう日本人の常識とか文化とかマインドみたいなのを音楽を聴くだけで学ぶことができます。で、特定の季節にこの曲を聴くみたいな感じでなくても、日本の音楽を聴くと、
日本の生活とか日本人の考え方とかものの捉え方みたいなそういったことが学べるので、あとは音楽って何より楽しいし、だからこそすぐ覚えられるし単語も入ってくるしっていうので、めっちゃいいことばっかりじゃんって思いました。だからこそその言語を学ぶときにあまり音楽を聴かなかった方はこれからぜひね、日本語を学ぶときに日本語の音楽も聴いてみてほしいです。でもちろんジャンルは問わないので J-POP が好きだったら J-POP 聴いてみてほしいし、ロックが好きとかジャズが好きとか演歌が好きとかそういう方もいるかもしれないですが、日本語の音楽でもジャンルはいろいろあるので、あとラップとか本当にいろんな音楽聴いてみて好きな曲を見つけてみてほしいです。でこれから7つ音楽紹介していこうと思うんですけど、著作権の問題があるので私のポッドキャストでは今からおすすめする曲は流せないです。なので皆さんにちょっとだけ労力を使ってもらうことになります。ここで紹介した曲を聴いてみたいと思ったら、皆さんが使っているプラットフォーム Spotify とか Apple とか YouTube でも何でもそういうプラットフォームに行って一度検索してみて聴いてみてください。 Spotify を使っている方はリンクから飛んでぜひ、夏のプレイリストを聴いてみてください。あとは YouTube で聴けるビデオのリンクがあったらそれを概要欄に貼っておくのでそれもぜひチェックしてみて皆さんの夏を日本語の曲で盛り上げてみてください。まず曲を7つ紹介する前に言っておきたいことがあります。それはめっちゃ正直に言うと私は J-POP はあまり聴かないです。学生の時から英語の曲、洋楽を一番聴いています。最近は K-POP などもJ-POP 以外のいろんな曲を聴きます。なのでいろんな J-POP の中から厳選した曲とか最新の曲っていうわけではないです。古い曲もあったり、私が子供の時に聴いていた懐かしい曲という感じの曲が多めです。あとは本当に夏の王道ソングっていうものばかりになります。でもその王道ソングを知っておくといいこともあるなと思っていて、王道ソングのいいところは日本人であれば一度は聞いたことがあるという方がほとんどかなと思います。なのでこれらの曲を知っているってなると日本人の友達とカラオケに行った時に一緒に歌って盛り上がれたり、ドライブ中に音楽を流した時に一緒に盛り上がれると思うので、まだ聞いたことがないという曲があればぜひ聴いてみてください。今冬だよっていう方は今一回聴いてみて気に入った曲があればお気に入りに入れといて、でまた夏が来たら暑い季節が来たらぜひもう一度聴いてみてください。ではおすすめの曲一つ目はミセスグリーンアップルの青と夏という曲です。ミセスグリーンアップルというグループを聞いたことはありますか？多分今日本で一番人気がある人たちかなと思います。何年前からかは分かんないですが、もう日本の音楽チャートが一生ミセスグリーンアップルで埋まっているという時が多いです。一曲だけすごく有名になってその曲がずっとランクインしているというわけではなく、もうリリースする曲が全てチャートにランクインしてるみたいな方たちです。もう本当にそれぐらい日本人なら全員が知っているグループかなと思います。で、青と夏っていうのはそのグループの曲です。正直私はつい最近までこの曲がミセスグリーンアップルの曲っていうのは知らなかったです。で、ミセスグリーンアップルの曲とか他の J-POP の曲もめちゃめちゃ頻繁に聴くっていうわけではないので、めっちゃ知識不足でした。で、この曲好きだなと思ったから紹介しようと思ったら、これミセスグリーンアップルやった？全然知らんかったっていう感じになりました。で、この歌詞の中に夏が始まった合図がしたっていう部分があって、夏の始まりに聴きたくなるような曲です。私がまだ今学生だったら、青春真っ只中だったら一生この曲を聴いていた気がします。
曲調も明るくてすごく元気が出そうな晴天が似合う曲だなって思います。今10代20代の方にはすごくおすすめなので、ぜひ聴いてみてください。では次、2曲目はゆずの夏色です。この曲は1998年にリリースされた曲です。なので新しい曲というわけではないです。もう、27年前の曲です。ですが絶対みんな今の学生も聞いたことがあると思います。今20代30代40代の方もみんな好き、そのぐらい人気の歌です。この歌がリリースされてからこの曲を聴かずに夏が終わる年があっただろうかって思うんですけど、多分ないです。そのぐらいもう本当に日本人全員知ってる夏を象徴する曲だなって思います。歌詞の内容はめっちゃ若い学生青春っていう感じで、これもまた学生や年齢が若い方にはおすすめなんですが、日本では世代問わずみんなが聴きたくなるような曲です。あとこの曲の歌詞も日本のちょっと田舎のその風景を表していて、めっちゃ日本っていう感じが伝わってくると思うので、ぜひ聴いてみてください。では次、3曲目はウエストのじゃないかです。この曲は言い方がちょっとあれかもしれないんですけど、特に深い意味があるみたいな感じの曲ではないです。その歌詞に深い意味があるっていうよりかは、もうとにかくテンションを上げたい時、最近元気がないからこの曲から力を得たい時とか、もう今めっちゃ楽しい気分だからこの曲聴いていい日を始めるぜみたいな時に聴きたい曲です。どっちかというとなんか力がちょっと欲しい時、元気ないけどテンション上げていきましょうかみたいなそういう感じの時にぜひ聴いてみてほしいです。夏フェス、夏の音楽フェスとかでこの曲を聴くともう本当に何かわからんけどテンションがめっちゃ上がってきた、最高っていう気分になると思います。でこの歌を歌ってる方たちは私と同じ関西出身で、曲のタイトルじゃないかもう関西弁、方言です。その私が話す方言が詰まった歌だからこそ私はめっちゃ好きっていうのはあるんですけど、そうじゃない方にもおすすめです。で1個あれなんですけど、ウエスト、このグループですね、ウエストは Spotify とか Apple Music に曲を配信していないです。現時点ではそういうプラットフォームで音楽は聴けないです。ですが The First Take という YouTube チャンネルでこの曲を歌っているので、ぜひそのビデオを見てみてほしいです。日本語が一切わからなくても本当に最近勉強を始めた初心者っていう方だったり、あとは日本語は別に勉強してないけどなんか日本の曲 J-POP のバイブスが好きみたいな方、もうどんな方にでも聴いてみてほしいです。で聴いていると絶対にテンションが上がってきて本当にどんどん楽しくなってくる、そういう曲です。今楽しくてもっともっと楽しい気分を味わいたい時、もう最高に盛り上がってるみたいな時に聴くのもいいし、本当にちょっと気分が落ち込んでいてそれでも気持ちを切り替えて何か頑張らないといけないっていう時もぜひ聴いてみてほしいです。では次はモンゴル800のあなたにです。これは本当に純粋な初恋というか恋愛ソングだなって思います。本当にただシンプルにあなたに会いたいっていうそういう曲を歌った曲です。でなんかめっちゃ夏かって言われるとそうでもないかもしれないんですけど、私はこのなんかシンプルでもう本当に直接ダイレクトなこの歌詞が結構好きで、あとメロディーも好きで夏に聴きたくなるようなそういう曲になります。あとは恋愛でなくてもなんかずっと行きたい場所があるとか、何かに対して思いがこう強まっている時、そういう時に聴くのもいいかなって思います。私はなんか初めて行く旅行先、もうずっと行きたかった旅行先にやっと行けるみたいな時にこの曲を聴いたりもします。明日めっちゃ楽しい予定があるっていう時にもこの曲は合うかなって思います。なので
この夏一度なんか楽しい予定がある前にとか、その楽しい予定がある日にぜひ一度聞いてみてください。では次、5つ目かな。5つ目はラッキーキリマンジャロのエモめの夏です。これはさっき言ったあなたにとは違ってドーナツの恋って感じの歌です。初恋純粋ソングではなくて、なんかもうちょっと大人な恋愛の歌です。でもこんな経験したことある人めっちゃ多いんじゃないと思って今回紹介してみます。で、これは本当に初恋で失恋した後の恋って感じです。なんか初恋、綺麗な純粋な恋は一旦終わって、その次に誰かに沼ってしまった。あとは一夜限りとかなんか短期間の恋愛、めっちゃ盛り上がって記憶には残ってるけど、みたいなそういう恋の歌です。またはあの夏休みなんかめっちゃ遊んでた時期、そんな時期があったなみたいな方は、なんか共感できる歌詞があるかなと思います。で、このタイトル通りエモめの夏っていうことで歌詞が夏にフォーカスしているだけあって、その夏に聴くといいかなと思います。曲調もめっちゃポップでなんか夏っぽいハイテンションな曲なので、なんかこの夏いろんな恋愛がありそうとか、またはなんかちょっといろいろあったよみたいな方は聴いてみるといいかなと思います。そんな暗い悲しい曲じゃなくてめっちゃポップな感じなので、夏に楽しく聴けるかなと思います。では次、6曲目は世界の終わりの RPG です。この曲はクレヨンしんちゃんというアニメの映画があるんですけど、その映画の主題歌になった曲です。なのでその映画を通して聞いたことがある方もいるかもしれません。冒険、旅みたいな感じの曲で、夏休み、旅行に行く際の車の中だったり飛行機の中、なんか移動中に聞くともっとワクワクしてきそうな、本当に楽しくなりそうなそんな曲です。で、曲もなんか進行してる感じ、ドラムというかなんかマーチングバンド的なそういう楽しい音楽なので、普段は苦痛な移動が楽しくなりそうなそんな曲です。なのでなんかどこかに向かってる最中に聴くのをおすすめします。で、最後の曲はスーパーエイトのずっこけ男道です。これは夏という歌詞ではないんですが、とにかく曲がもう元気でテンションが上がる、そんな曲です。これは私が小学生の時にランチの時間、給食を食べる時間にもうずっとひたすらこの曲が流れていたのを覚えてます。なので私にとったらこのずっこけ男道、またこのスーパーエイトってグループイコールその小学生の給食の時間っていうのがもう私の頭の中にずっとあります。なのでこの曲を聴くたびにその給食の時間だったり、なんか小学生だった頃のもう本当に力が有り余っていた、元気が有り余っていた、そんな時を思い出します。だからこそなんかめっちゃ楽しくなる、エネルギー満載、夏のもうエネルギーが溢れ出してる、弾けてるみたいなそういう時に、ぜひ聴いてみてほしいです。この曲を聴いてなんかテンション下がるとかそういうのは絶対にないと思います。で、この曲も、ファーストテイクにあるので、そこでぜひ一度そのビデオを見ながら聴いてみてほしいです。で、あとこのスーパーエイトっていうグループの方たちは普段はテレビにたくさん出ていたり、ドラマとか映画に出ていたりして、音楽ではないシーンで見ることが私個人的には多かったんですよね。で、そんな人たちがこの楽器をめっちゃかっこよく弾いていて、めっちゃ歌も上手くて、かっこよってなったのを覚えています。そのファーストテイクの、ビデオを初めて見た時にめっちゃかっこいいねんけどって思ったのを覚えてます。で、そのファーストテイクで動画を見ているだけで本当にどんどん楽しくなってきて、なんか別に夏にね、特に予定がなくてもこの曲があれば楽しく過ごせそうみたいな、本当にそんなバイブスがあるので、ぜひ一度動画をね、見てみてほしいです。今回は夏に聴きたい J-POP7 選ということで、
私の好きな夏に聴きたい音楽をご紹介してみました。音楽はね、もう無限にあって、もちろん好き嫌いとか本当に人それぞれ好みがあるので、好みの問題なので、私が紹介した曲がなんか聴いてみたけど別にあんまりやんって思う方もいるかと思いますが、とにかく何でもいいから日本の曲聴いてみたいっていう人は、あとはなんか夏の元気なバイブスが欲しいっていう方は、ぜひ私の紹介した曲を聴いてみてほしいなって思います。あとは日本で人気のそのトップ50とかのチャートを見て、いろいろ上から聴いてみて好きな曲を保存してとか、そういう感じでね、夏にいろんな曲を聴いてみてほしいし、あとは音楽を通して日本語を学ぶ、日本の文化とかなんか考え方とか、そういうのもぜひ一度学んでみてほしいなって思います。で、もし皆さんの周りで日本語を学んでいる方がいたり、日本の曲が好きっていう方がいたら、ぜひこのエピソードをね、その方に送ってみて、一緒に音楽を聴いて、一緒に楽しい夏を、または一緒に楽しい日々を過ごしてもらえたらなって思います。また皆さんの好きな、夏に聴きたい日本の曲などありましたら、ぜひコメントでシェアしてください。日本の曲をいっぱい聴くっていう方は多分私よりも知ってる曲が多いのではないかなと思います。なので皆さんのおすすめもぜひ教えてもらえたらなと思います。では最後にお知らせです。現在 YouTube と Patreon でメンバーシップをやっています。動画のトランスクリプトが欲しい方、または動画をこれからも作っていくための応援だったりサポートをしてくださる方がいましたら、ぜひ概要欄のリンクからメンバーシップへの参加お願いいたします。またすでに参加してくださった方々、本当にありがとうございます。皆さんのサポートがあってこそこのチャンネルを続けることができているので、本当にありがとうございます。これからもたくさん動画を作っていくので、応援してもらえたらなと思います。では今回はここまでになります。最後まで聞いてくださりありがとうございました。ではまた次回のエピソードでお会いしましょう。それでは。